こんにちは、さまです。今日は月や星について少しお話しできればと思います。はい、昨日、2025年9月7日の夜に日本では皆既月食が見れたということです。はい、確かね、月と太陽の間に地球が入って、月が地球の影にかかるっていう現象のことですね。で、普段の満月、まん丸の月の時は明るい月なんですけど、その皆既月食の時は少し赤く見えるっていうことですね。はい。皆さんは皆既月食見たことありますか？私はだいたい、YouTube のライブカメラとかで見ることがありますね。月のそういう月食とか日食とかあんまり詳しくはないんですけど、その赤く見える月がブラッドムーンって呼ばれたり、確か昔ストロベリームーンって言ってピンクに月が見えた時があるっていうことも聞いたことがあります。はい、ニュースになるんですよね。今日は皆既月食です裸眼、漢字だと裸の目って書いて裸眼なんですけど、その望遠鏡とかを使わずに見るっていう、裸眼、その裸眼で月が赤くなってるのをぼんやり見えるか見えないか、曇ってたら見えづらいんだと思うんですけど、ニュースでそう皆既月食ですって言われたら、見るかってちょっとなりません？見ようと努力するというか、そういう感じですかね。イベントみたいに思ってる人も多いんじゃないのかなと思っています。はい。で、私はこの皆既月食で日本語のポッドキャストをちょっと時事ネタ、タイムリーなネタ、タイムリーなトピックとして今日持ってきたんですけど、思い返すとね、星とか結構日本のそのいろんな伝説とか昔からある行事に関わりが多いものが多いなって思いました。例えば星なんですけど、七夕って聞いたことありますか？はい、7月7日、7月7日ねちょっと7って数字で手でやったんですけど、7月7日の夜に織姫と彦星っていうカップルがいて、でその7月7日の夜に天の川っていう星の川が出るんだそうです。あんまり晴れることは少なくて、天の川が見えるかっていうとそうでもない時が多いんですけど、その天の川があると織姫と彦星が出会えるっていう、伝説がありますね。で、その七夕をモチーフにしたイベントっていうのもあって、
竹に短冊っていうこう四角い長方形の長めの紙に願い事を書くんです。でその書いた紙を竹にかけてお願い事をする、っていう行事がありますね。よく書いたものです。公のところにだいたい竹とか短冊ってあって、ブース、ブースって言えばいいのかな、そういうのが出てて、願い事を書いてかけてで他の人もそれを見たりするっていう、そこが面白いよねっていうことですね。昔何を書きましたかね、私は試験に受かりますようにとか仲直りできますようにとか、そんなのを書いてた記憶があります。はい、七夕ね。今7月7日って言ったんですけど、7って七って読むし、7って読みますよね。で、例えばこういう口語的な、口語ってすいません、話し言葉で話すときに7月っていうと8に聞こえたり1に聞こえたりする、っていうこともあって、主に電話の時にその聞き間違いがないように7月とか7時とか言ったりします。で7月7日は、私は7月7日っていうかな。7日とは言わないか。7日は7日ですね。そう、漢字の読みとかもね、こうユニークなものがあるから見つけてみて、勉強してみてください。はいですね。あとは何でしょう、星にまつわるこう伝説、さっき調べたのは流れ星ですね。流れ星ってこう星がシューってなる時なんですけど、私は見たことはないです。でその流れ星を見た時に3回こうお願い事をする。例えば何でしょう、願い事が今あんまり出てこないんですけど、なんだろうな、明日晴れますように、天気が晴れますようにっていう時にこう流れ星がシューってなってる間に晴れますように晴れますように晴れますようにって3回お願い事をすると叶う、って言われてます。言い伝えみたいな、どこかでその情報をね、私も知ったわけじゃないんですけど、そういうものがあるんですよね。他の国でもそういう言い伝えってあるのかもしれないですね。普段あんまりこう星とか月を眺める時間って取れなくて、というより地球が明るすぎるんですよね。あんまり見えないですよね、月とか。
月は見えますかね。星、本来そこにあるたくさんの星ってめったに見えないなって思います。大きな星はピカピカってしてるかなという印象ですね。たまにあんまりいいことではないけれど停電街の電気が突然消えちゃったみたいな事故があった時に空を見るとね、めちゃめちゃ明るいんですよね。すごい明るかったですね。あとは砂漠で見た星っていうのもすごい綺麗でした。たまにそういうなんでしょう、機会チャンスがあったらこう見上げてみたいものですね。はい。月とか星ってあるんですけど、よくね、子供の頃は星をお星様って呼んだり、月をお月様って呼んでました。日本語をね勉強している子だったら、お何々するとか、ごなんとかするとか、敬語だったり丁寧な言葉で聞いたことがあるかと思うんですけど、お星様っていうのは、ちょっと調べたところ、何々様っていう親しみを込めて呼び方なので、そのまま星に親しみを込めて呼んでいるっていう説が強いのかなということでした。お星様、お月様、あと太陽の場合はお日様、お天道様って呼んだりするのかな。そういう面白い呼び方もありますね。子供の頃は使いました。お月様が見えたとかおなんとか様、お姫様ですね。よく聞くのはお姫様、お氏様。星っていうものを擬人化って人のように見立てるっていう意味で親しみを込めて呼ぶっていうことでお星様、お月様です。他にもそういうのがいっぱいあるかもしれないですね。私もあんまりこう気づくものじゃないかもしれないんですけど、日本語の呼び方とか、その裏の意味意図って言えばいいかな。こういう思いがあってこうやって呼んでいる、みたいなのはちょっと神秘的にも思えたりします。今日はこんなところで月や星についてお話ししました。日頃のいろんな勉強とかテストとか仕事、あとはいろんな問題、トラブルとかあった時に星とかを眺める時間が取れたらリラックスして落ち着けるんじゃないかなと思います。私も将来はそういう家に住んでベランダからハンモックじゃないけどちょっと寄りかかってもたれかかって星を眺めるような生活がしたいです
というわけで、今日も聞いてくれてありがとうございました。この間気づいたんですけど、私の日本語ポッドキャストがゆっくり日本語っていうテーマなので、このぐらいゆっくり話してるんですが、YouTube の倍速、2倍速ぐらいにすると、そこまで速くなくて、そこまで聞き取れないわけでもないかなって思いました。はい。なので、もしゆっくり日本語が慣れてきて、ちょっとゆっくりすぎるかもって思う子は、よければ倍速で再生してみてくださいませ。はい。あと、YouTube の登録者数が1000人になりました。もう本当にありがとうございます。ね、私の活動がついに功を成したって思っています。今年の2月ぐらいから YouTube アカウントは始めているから半年ぐらいなんですけど、こんなにもいっぱいの方に動画を届けられて本当に嬉しく思っています。心から感謝しています。いつもありがとう。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。